10キロやって重いな。そらギリギリやったんや。危ない。こんにちは、あいろ70です。昨日関空に4時半ごろ着いて、夕方の6時ぐらいに自宅に帰りました。それで家に帰ってきて、今荷物をまず測ったんです。これ何キロかなっていうので、ちょうどこれ10キロありました。これが10キロの重さなんやなと思って、ちょっと改めてびっくりしました。では早速これアンパッキングしていこうと思います。どこから行こうかな。まずちいかわちゃん、このイヤホンですね。これ外します。イヤホン、ここに入ってるのがエコバッグ。これかなり役立ちました。エコバッグ、ここをちょっとくくって使ってます。こんな感じでくくって、そしたらこう手に下げた時でも地面につかない長さになるのでいいですし、でこう肩にかけた時もここの隙間があんまり開かないので、すり防止になるかなと思ってました。結構汚れてるんで、これも一度洗濯します。でこれがパスポートとか入ってるやつ。結局マスクは使ってないです。だから風邪ひいたのかな。リップクリームとハンドクリームで、パスポートはもうすぐ大事なので、パスポートのところに入れに行きます。そして何が入った、こんなこのチョコレートの入れ物、思い出として残すかちょっとよくわからない。何が入ってるのこれはもともと入ってたやつなんで、これは置いときます。リコラっていうんでしたっけ。よくね売ってますよね、日本でも。スイスのラウンジでたくさん置いてたんで、これもらってきました。これ喉にいいですよね。これが、ユーロを変えた時、ほんまは2万ぴったりで行きたかったんやけど、2万ぴったりができないって言われたので、日本円がいくらかが残ってます。でプライオリティパス、これちょっと片付けてきます。そしてここは空っぽになったし、次こっち行きましょうか。1回だけ洗濯できたので、これも次回持っていかないと思います。洗濯する時使ってないし。でこれは鍵は1回使ってますね。鍵2個と、ワイヤーはフランスとかね、スイスではいらないので、行くとこによってまた考えます。でも持って行ったに越したことないのかな。傘、これ干します。すごいお世話になった今回で、残念やった。これ使いたかった。これは何も使ってないし、また元の場所戻しておきます。そして何が入ってるの、この2つ。コンタクトはコンタクトのところ洗面に持っていって、ブラシも洗面に持っていきます。チューブも洗面、サラのチューブと見比べたいんで持ってきます。このクリアクリーンがスーパーで3つこうセットで売ってたんです。10日後でこれがまっさらの状態、だからこれ1本で20日間ぐらいはいけるのかなと思う。そしてここのホッケはもうなくなったんで、メイクしてここからいきますね。これ夫に買ったチョコレート、中4個入ってます。これちょっと冷蔵庫入れます。これ使わなかったサングラス、ずっと雨が降ってたんで使わなかった。これソーイングセット、1回安全ピン使いました。黒のブラウスの袖、1つはボタンがついてて、もう1つはボタンがついてなかったんです。いつもくるくるこう上げて使ってたから特に気にしてなかったんですけど、もう今回パリが寒すぎて袖をちゃんと留めようと思った時に、留めれないと思って、この安全ピン使って中からクッと、コルマールからチューリヒに行く時、内側をこの安全ピンで留めてます。ユーロ入れてた財布で、これがナビゴですね。あと4回分残ってる。10回分全然使わずにずっと歩いてたんで、これ10年間いけるみたいで、10年間あれば行くはず、またパリに。だから残しときます。思い出の品がまた出てきた。パリで3回目に入ったレストランで売れはったやつ。これはパリで滞在した3泊のエアビービーのお家にあったリプトン。あとは
薬これ1個残ってます。アレルギー性鼻炎に効くっていう薬で、ただ今回は喉がとても痛くなっちゃって、これを飲むんですけどあまり効かずで、結局薬局でお薬買い求めにで、しじみ70個分の力は1回だけストラスブールで飲んでますね。であとが結局これ使わなかったジップロックで、あともあれレシートかな。これがボートに乗る前パリで2024年のこのキャラってね、なんかそんなめっちゃ可愛いないけど、もう今回だけやしって思って買いました。息子と娘にって思ったけど、娘これちょっとどうかなって思って、娘にはちょっとお土産買い直してます。これはいろいろ行ったとこのレシートとかパンフレット、こっからになったし、さあじゃあ見えるもんからいきますね。これが帰りのタイエアウェイズで一瞬履いたんやけど、トイレ行く時ってなんかスリッパで嫌じゃないですかって、トイレはもう自分の靴で行って、次またこれ旅行で使おうと思って、今回2回乗ってるし2枚持って帰ってきます。だから今回お部屋とかで履いてたこのスリッパはもう捨てようかな。これ捨てます。こっちが、中身多分見せてると思うんですけど、動画撮ったしジャムこういうのは重いんですよね。この瓶に入ってるし、これはスイスのジャムみたい。こっちがだからスイスからバンコクで、バンコクから関空。あ、かわいい。これ象が細かく入ってるの。これもジャム。これはねオーストラリアって書いてました。バンコクから関空で、これはタイエアウェイズでチューリヒからバンコクの便でフライトアテンダントの方がくださいました。2個入ってます。パリで買った、薬屋さんで買ったトローチ15あって3つ残ってる。でもこれね3つぐらい舐めたら割とすっきりしてきた。あんまり強い薬は嫌なのでって薬局で言ったら、葉っぱの絵描いてるしハーブ系なのかなって思ってます。でアイロンもまた日常で使うので戻しておきます。で今回これ役立ったスマホにつけてた紐です。本当にでもパリでこんな紐をつけてスマホを触ってた人は私だけやったような気がします。地下鉄乗った時でもそんな人は見なかったし、観光客の人をじっと見てたらいたかもしれないんですけど、でも私の場合はこれは単に便利でした。普段はこういう紐とかつけないんですけど、このカバンこうかけてスマホつけときますよね。ダラーンってなってスマホの重さで重いじゃないですか。でもこの外側にポケットがあるんです。ここにスマホ差し込んどいたら、このカバンでそのスマホを支えてくれるし、スリとかの人も体とカバンの間にこうスマホを入れとく方がとても安全やと思うし、でね、中身がめっちゃ入るんです。折りたたみ傘、バッテリー2個入れ、カメラもお水、コスタコーヒーのボトルこれに入れてたし、財布もここに入れてて、このナビゴそうここに入れて、このリップをここに入れてましたね。これはもうクリーニングここにミュージアムとか入ったら使ったらこういう風にこうくくって、もちろんここはチャックでこう閉めてこういう感じ。もうこのカバンはほんまにめっちゃ役立ちました。これはクリーニング。この紐も100均ので十分やなって思います。マイクこれ使わずにやる方法分かったんで次回は持っていきません。歯のリテーナーね、矯正ね。これはお土産、ここに10個入ってます。冷蔵庫入れます。これめっちゃ助かった。これこんな大きさ5から6歳、やっぱりパツパツで履いてたら引っ張れてる。これは洗濯してまた使います。部屋着洗濯、これは充電のケーブル、下着と靴下入れてたかな。下着が1枚だけ入ってます。パリで234って泊まったとこはずっと洗濯してます。靴下とパンツは毎日洗濯してて、なぜかというとあそこの温水器があって洗濯して次の日やったらもう靴下とパンツやったら乾いてるんですよ。だから便利やったし、これ電源類。もう今回焦ったのはチューリヒは違うんですね。だからフランスは韓国と一緒で
プラグでいけるけど、この韓国とフランスで使えるプラグはスイスでは使えない。よく皆さん使ってらっしゃるのは無印のコンバーターですよね。あれを今度買うと思います。これいこうか。この水物系この石鹸、これ使ってないです。化粧品は普通に毎日一緒のように使ってたし、この水物系もヘアオイルやし、もうピュッピュって2回ぐらい出すのを毎日使ってたぐらいなんで、だからこんなに持っていかなくていいですね。このケース自体をちっちゃくできるかもです。コンタクトの液、またまっさらな状態やから、ここまでパンパンにこのネックのとこまであって、9回か使ってこんなもんなんで、1ヶ月でこれぐらいいるっていうことです。でこれは私がちょっと愛用している化粧水なんですけど、スプレー式でシャシャシャって1日だから2回使ってるのかな。これは割とやっぱりたくさん減ってますね。これもパンパンにここまで持っていってたんで、だからこのボトルでやったら15日ぐらいなんかな。でメイク落としが分かりづらいな。これなんで線つけてないのか。1センチぐらい今回使ってると思います。だから1ヶ月以上あるのかもしれないです。めっちゃ良かったです。これはフランスの歴史は本当に全然分かっていなかったので、パリ東駅電車間違えた。あの時2時間あったので、この本をずっと読んでて結構頭に入りました。で自分の行ったとことか、あの場所はそういうところやったんやとか分かることができたので、すごく良かったです。この本、これ服ですね。あれ、危ない私次女のお土産落ちないようにと思ってこの中に忍ばせといたんですよ。これ忘れてた。これがね、クリュニー美術館で買ったノートを使う白の本なんで、これ次女のお土産です。これは長女のお土産でシェイクスピア&カンパニーのカバン。このカバンすごい今人気みたいで、メルカリとか楽天で6000円ぐらいで出てきてましたね。実際も16ドルなんで2790円。この赤とブルー、紺色のバージョンもありました。裏表絵が違うんですよ。内ポケットもある。こう底のマッチもあるので、これはこれから洗うやつ全部洗濯です。この風呂敷も洗濯ですね。洗濯よし。そしたらこのカバン空っぽなんで、ちょっと外に干しに行きます。そしたら次は私が滞在中にまとめていたことを紹介します。まずね、いらなかったもの、さっきも言ってたんですけど、洗濯ネットとマイク、柄物の服2枚。これは私がちょっとおしゃれにあんまり精通してないからかもしれないんですけど、組み合わせにくいですね。柄物の服2枚っていうのは、柄物は1枚でいいかなという感じですね。あったらいいなって思ったのはスパッツ。気候とかってね、予測するの難しいと思うんですよ、違う国のね。だからもうその辺は割り切って現地調達するか、部屋着を下着になるようなものを持って行ってたらよかったのかなと思いました。で今回の事前準備不足としては、メジャーな美術館の予約、これはそんな思ってなかったし、パスあったらすぐ入れるのかと思ってました。で非常に役立ったものは、さっき紹介した市沢新三郎ハンプの S17 っていうカバンなんですけども、色違いもあるので、またよかったら見てください。スマホストラップはもう100均で十分。エコバッグも役立ちました。であと紹介したこのパリの歴史散歩ノート役立ちました。でスリッパ役立った。有線イヤホン、これをね飛行機乗った時イヤホンつくんですけど、使い捨てもったいないから、そういったエコとかそういうサスティナブルの面から自分で有線イヤホン持っていった方がいい。それだけじゃなくって、デュオリンゴとかこの空いた時にやろうと思ったらイヤホンあった方がいいので。びっくりしたことはチューリッヒにコンビニがあったこと
フランスやったらもうKマートでも8時には閉まってたんです。チューリッヒのコンビニは朝の7時から夜の12時まで開いてたり、コープっていうそのスーパーが結構至る所にあるんです。コープも場所にはよるかと思うんですけど、朝7時から夜の10時やったかな、私が入ったとこは。こんなにお店の人働くんやってちょっとびっくりしました。水飲み場、これもチューリッヒのことですね。水飲み場があったこと、パリにもでもあるんです。私が一回水汲んでるんです。そう思うと良心的っていうか、日本ってそんなとこないですよね。そのカソリックとプロテスタントの国の違い、今回分かってすごくいいことでした。日本に住んでるとアメリカ、ヨーロッパってもう一個の西洋の国ってまとめちゃうけど、そうじゃなくってアメリカの人もヨーロッパの人もそれを一緒にされるのはすごい嫌だと思うんです。ヨーロッパって大きく言うけど、そうやってまたカソリックの国とプロテスタントの国があって、その違いが分かってよかったです。チューリッヒは職種に関係なくみんなそれぞれ自分の仕事に威厳を持って働いてる様子がしました。もうそんな何時間しかいてなかったし、はっきりとは言い切れないんですけど、多分それだけのみんなお給料もらってると思うんです。マカロンを最初買おうと思って入ったお店の女の子は、私この前日本に行ってきたんだよっていう話をしてて、20代ぐらいやと思うんですけど、何日間いてたのって聞いたら3週間って言ったので、そんなホワイトカラーやブルーカラーとか職種に関係なく、販売の店員さんでもそれなりの時給で働いておられるんやと思うんです。そう聞いたわけじゃないんですけど、私はそういう風に感じました。気をつけること、マルシェでボられたこと、しょっぱな全部回ってから行けばよかったのに、もう気分が盛り上がってたんですよね。マルシェやみたいな感じで、そこの多分お店の人があんまり良くない人やったのかな。張り切ってセコンビアンとか言ってフランス語言ったら15ユーロとかって言われて、そこでね値切るんでしょうね、普通ね。でその人も多分人見て言ってるから、こいつこんなんで買うわって感じで、美味しかったしいいんですけど、大粒で。マルシェちょっと気をつけてください。現地の人より本当に観光客が多い気がしました。次がお金のことです。ズバリもいくら使ったかっていうことですが、変動するからユーロの値段もね。でまだねカード決済が全て終わったわけじゃないんですけど、まだ 174.4 で差がすごく広くは出ないと思うんです。でそれで計算したので、使ったお金が飛行機と全部その予約してたも入れて7泊10日で44万977円。これはお土産代も全部入れてです。買ったお水とかもう全てですね。そのうちこの120ユーロを現金で持ってたんですけど、本当にそんないらなくって、絶対現金が必要やったっていうのは、そのマルシェと宝石とか石の博物館に行ったのが高校やったしなのか、ここが6ドル1万円分ぐらいをユーロにしていってたらいいのかなとか思う。それぐらいでいいのかなと思います。60ユーロだから他はカードで全部決済ができるので、食べ物で45,326円。1日3食は食べてなかったですね。多分2食ぐらい、それでも十分で、朝に張り切って1日目かな、クロワッサンとかシュークリームとか食べたんですね。胸焼けとかしてきて、だから朝そんな食べる必要はないんやなって思いましたね。その代わり夕飯とか食べたいものっていうか、そんなめっちゃ高級な店には入ってないですけど、7泊なんで7で割って6,428円って出てるので、そんなかかってないです、食費。あと気候が涼しかったので、暑かったらアイスとか食べてたかもしれないんですけど、もっと飲み物系だからその辺で安くついたのかもしれないですね。次、飛行機以外の乗り物のお金が58,228円。でもこれは私1個チケットをボツにしていて、パリからストラスブールに今さっきね使ったお金が44万って言ってたけど、乗り遅れてなかったら42万
あとミュージアムパスだとかお土産代とか入場料とかその辺ですね。それが43,945円で、次宿泊代はだから7泊泊まってるのが129,164円ですね。もう今のこの物価だとこんなんじゃないのかなって思います。特に高いのはチューリッヒですね。トイレが外にあったにもかかわらず1泊で24,559円。もうでもチューリッヒで場所でってなると、もうこれが最低ラインのような気がしますね。だからヨーロッパでアパホテルとか東横インとかそのレベルで2万はいるということです。でそれがもし嫌なら、もっと抑えたいっていうならドミトリーの選択という感じですね。で最後は航空券、これが16万4,315円。多分私はマイルを使って帰りにビジネスクラスに乗って帰ってきましたけど、これビジネスじゃなくて往復自分で買っても今でも16万ぐらいやと思うんですけど、44万使ってるけど一度鉄道失敗してるので、それがちゃんと言ってたら42万。そんなに派手にお買い物とかしなかったら、パリからチューリッヒとか2つ国を見るっていうのも本当に楽しいとかおすすめなのでできるっていうことですね。この円安でもパッキングから始めて何を持っていくかっていうのを紹介して、で現地のことをお伝えして、で帰ってきて感想といくらかかったかということをおばさんバックパッカーとして伝えていきますので、またよろしくお願いします。さようなら。